はい、宇治でございます。マトリックスブルート from Atria 見てくださいよ。この風格あるルックスがね、ものすごいですよ。なんたってアートリアといえばソフトシンセでね、いろいろな、レジェンドのシンセサイザーをいろいろ再現して、こちらにあるようにね、ミニブルートでアナログシンセサイザー本物を作ってしまったというね。アナログのソフトシンセを再現してたら、ソフトシンセで再現したらたどり着いたのはアナログシンセサイザーだったっていうね、もう素晴らしいメーカーですけど、私もアートリアとはね、長い付き合いでね、もう25年ぐらいの付き合いになりますけど、そのアートリアがこうやった
ね、このマトリックスブルーと集大成ですね。見てください。マトリックスブルーとアナログシンセサイザー。もちろんアナログシンセサイザーなのね。で、ミニブルートやマイクロブルートにはなかったメモリーがここの部分ね。いっぱいつまみとかスライドあるけども、この部分 16×16 のマス、これがだからマトリックスと言われるゆえんなんだけども、これがね、プリセットとシーケンスとモジュレーションマトリックス、これ3つの役目をします。よくできてますね。ちなみにプリセットモードだと押しますね。そうすると全部で 16×16 なんで256音色のプリセットがもうあると。今までミニブルートマクロブルートになかったプリセットもうねできてしまうというね。次の音いきますよ。 A の2。ワウンが出てるって思った人もいるかもしれませんが、これちなみにね、カメラさん見てください。 VCO の1、VCO の2、VCO の3、3つ VCO があります。基本的にはアナログシンセサイザーなのですが、これね実は、パラフォニックモードといいまして、ここピッピッと回るのかこれね。モノフォニックだと当然 3VCO のねモノフォニックなんだけど、パラフォニックにすると3つ VCO があるってことは3つ鍵盤にそれぞれの VCO をアサインできるわけ。っていうことは3音ポリフォニックになるわけ。ポリで鳴ってしまうという、というモードもあります。256音色ねメモリーできて、最後の1段目、ここはね自分の好きな音色を入れてもらうように、全くイニシャライズのボイスが入ってます。何もプリセットとして入ってないと。だから256マイナス16、ということで240音色が全部で入っているということになりますが、もちろん私もねいろいろ作りましたよ。音色はこういうベースね、さっきも使いましたが、いい音でしょう。このねマトリックスブルートの素晴らしいところはVCO が3つあるでしょ。でここでミキシングするわけですね。ノイズも含めて、外部音源もミックスできますよ。でねポイントはここなのよ。見てください。 VCO がこのオレンジ色の VCF の1スタイナーっていうのは、ミニブルートマイクロブルートで使っていたスタイナーパーカーフィルターです。スタイナー VCF で、その下に行くとVCF の2ということでラダーフィルターって書いてありますね。ラダーフィルターっていうのはモーグシンセサイザーに代表されるモーグタイプのフィルター、すなわち2種類の違うフィルターが入っているということです。それぞれねカットオフレゾナンスドライブと、ブルートファクター、エンベロープのバンドとアウトがありますね。こっちも同じようにカットオフレゾナンスブルートファクターとラダーフィルターのアウトでね、オレンジがスタイナー、緑がラダーフィルターなんで、ここミキシング見てください。電気がついてるのは今この音はね、これは全部ラダーフィルターを使ってるってこと。だからモーグっぽい、シンセベースになってるでしょ。ちなみにこれを点滅させると、今これオレンジにすると今度はこっちのスタイナーに行ってるかい。全然違うの分かりますよね。でさらにこれをで、
スタイナーパーカーに行くかラダイフィルターに行くか当然両方も行けるわけよ。こういう風に両方行ったら大変ですよ。ものすごいぶっ飛ぶことになりますね。でそれぞれの2種類のフィルターを通るんだけども、ここでマスターカットオフ見てもらう通り、両方のカットオフをこの一つのつまみで動かせるわけ。ものすごいですから。でエンベロープジェネレーターが全部で3つありますね。 LFO も LFO の 1、LFO の2、そしてねここ VCO の3は LFO3 にもなりますね。ノイズはねホワイト、ピンク、レッド、ブルーとありますね。ちょっと聞いてみようかノイズ、ノイズだけにして、これホワイトノイズ、ピンクノイズ、レッドノイズ、色も変わるね、ブルーノイズ普通よくあるのはホワイトノイズかピンクノイズだけど、レッドブルーってのがあると素晴らしいね。で大きなポイントはここが今プリセットで256こう選べる、ね、メモリーができると瞬時に好きな音に行くと。バッチリですね。例えばこういう音ね、なってますね。これ見てこれでシーケンサーがここにあります。すなわちこれを押すとねシーケンサーがこう今ここからここまで使ってますね。シーケンサーがちゃんと動いてるの分かりますね。ちなみに 16×16、64ステップがここで制御できます。素晴らしいですね。でもう一つがモジュレーションマトリックス。これは何かというと、これ縦と横これを結んでどれくらいの量を変調かけるかと、これができます。これよくできてますよ。ちなみに VCA の1、ウルトラソーとか、パルスワイズとかメタライザーとかピッチとかありますね。 VCA の2、スタイナーパーカーのカットオフ、LFO のアマウントで13、14、15、16と書いてあるんだけど、ここはですね、ここ見てください。自由にアサインができます。なんとこれがよくできてる。例えば13はエンベロープのアタックがここに来てるんだけども、これね押しながらピッてやると今変わったの分かる？押しながら私このマスターカットオフ動かしたんだけど、カットオフに変わってましたね。押しながら中のつまみを触るとそれにアサインされます。まあ詳しい音作りは後からやるとして、これは素晴らしい。シーケンサーセクションがここにあって、今なりましたねシーケンサーね。でエフェクターのセクションがここにあります。これエフェクターがね、ディレイ、そして、こうステレオディレイとかモノディレイとかコーラス、フランジャー、リバーブ、完全なるこれデジタルエフェクターじゃないから、もう当然フルアナログなんで、エフェクターも完全なるフルアナログです。だから入り口から出口までもう最終段までちゃんと完璧なるアナログシンセサイザーとしても出来上がっちゃってると。いかがですか？すごいですね。当然ね、このパネルはフラットにもできるし、こうね、4段階で角度をつけることができます。すごいですよ。ちなみに裏パネル見るとねすごいんですよ。またこれがカメラさん見えますかね？裏 USB 当然ついてるわね。 USBコンピューターとつなぐと完全にプリセットの制御とかね、バージョンアップとかそういうのはコンピューター制御でできるようになります。 MIDI でしょ、ね、ペダルでしょ、
でシンクのインアウト、シンク、インアウトってコルグと、ね、同様の、コルグとボルカシリーズと完全に同期してますから、ゲートのインアウトでしょ、オーディオのインプットでしょ。でここでマトリックスの CV のインアウト16系統、12系統かありますね。インサーションがあってと、で最終的なステレオと、もう至れり尽くせりでございますね。すごいですね。完全にミディで、当然ミニブルートも完全にミディでコントロールできるし CV も全部いきますから、完全なる同期がもうシーケンサーも含めてできてしまうと。いやいやいや、よく作った。本当に素晴らしいですね。だから今までのミニブルート系の激しい音色、もちろんブルートファクターみたいにね、こうヒズマス系のやつもね、ガンガンにあるんだけど、完全にモーグタイプの音までも制御できてしまうというね、とこまで行ってしまったと。よくやった。この辺もね、創作系もね、いろいろありますね。とおなじみのピッチベルとモジュレーションホイールでしょ、グライド、ポルタメントでね。でここでマクロコントロールっていうのはリアルタイムコントロール、これも自由にパラメータアサインしてできるんだけど、全てのプリセットは何らかの音色変化を絶対この4つのノブで起こすように全部してありますから。であとはキーホールドしたりとか、ね、ラストノートにするかハイノートにするかね、高音優先とかね、膠着優先とかね、でレガートモードをオンにする。往年のミニモーグなんかね、常にレガートはオンになってましたけどね。当然オクターブでヘッドホンアウトここにありますからね、よくできてますね。じゃあ実際の音作りちょっとやってみましょうか。じゃあ、全く素のイニシャライズの音色から。これね、今、VCO の1がこう出てますね。これね2つ両方取ってるの分かりますね。じゃあ、スタイナーパーカーだけ通すかな。うん。でエンベロープのアマウントでこう。ピッチベンド、これホイールがあるね。ピッチベンドの幅はここで、例えばねモジュレーションホイール、ここに今マトリックスカットオフってあるけども、例えばカットオフにするとこのカットオフでカットオフと同じことがここでできるってことだね。じゃあマトリックスにしてみましょうか。マトリックスでじゃあなんか面白いことやってみましょうか。モジュレーションマトリックスいくよ。で今モジュレーションホイールでなんか面白いことやろうって言いましたよね。ここ見てください。モジュレーションホイールってのがありますね。すなわち変調元で、ここで、じゃあね VCO の1のピッチを変えてみましょうか。とするとこことここを結ぶわけということは、そこはここなわけ。これをしたことによりモジュレーションホイールと VCO の1のピッチが結ばれたことになるわけで、ここの結んだこう、ね、パッチングしたのと同じ状況ね、これでね。でそれの量をここで決めるわけ。ここのつまみでわかります？ちょっとプラス方向にしてみるね。そうするとどうなるかというと、こうピッチがかかってるの分かる？
マイナス方向にしてみようか。マイナス。下の方に行きますね。プラス方向にすると、すなわちここで、この、変調元と変調先をどれくらいの量変調するのか、プラス方向かマイナス方向か、これがモジュレーションマトリックスの仕組みなのよ。例えばね、これ例えばここにベロシティってあります。ベロシティ。ベロシティをよく押しましたよ。ベロシティ。ベロシティでじゃあ、スタイナーパーカーのカットオフをコントロールしましょうと。ね。例えばじゃあこれいらねえや。ベロシティでスタイナーパーカーのカットオフ。ここだね。それをベロシティでコントロール。じゃあプラス方向にちょっと上げます。ベロシティでこれくらいちょっとプラス方向にやると、弱いと弱いでしょ、強いとフィルターが分かりますね。ということなんだよ。すなわち縦と横をつなぐことでこういうことができると。じゃあ、もう一個面白いことやってみましょうか。モジュレーションフィールでじゃあこのエフェクターをこのドライウェットをモジュレーションフィールで変えたい。これね、ここが来るわけですよ。例えば13番に押しながらこれをやってやると、これエフェクトのドライウェットって変わったでしょ。ということは13はエフェクトのドライウェットなんですよ。じゃあ、モジュレーションホイールでエフェクターのドライウェットをこうやると、これモジュレーションホイール上げると下げるとかかってない、上がるとかかる。これがモジュレーションマトリックスの仕組み。非常にシンプルなんだけど、これが自由自在にできる。決まってるものもあるけども、この13、14、15、16は自由に今パネルに出てるどのパラメーターも全部アサインできます。4つまでだけどね。そうやって作った音色をセーブってやって自分の入れたいところに入れてやると。例えばセーブってやって、プリセットのじゃあ1番に入れましょうってやると、もうプリセットの1番でも入ったというふうになるわけね。いやー、よくできてますね。でね、このシーケンサー、これがね面白いんですよ。このモードがこれね、シーケンサーはこれ実は、この4つのレーンでできていて、当然16だったら16使えばいいんだけども、フルで使うと64までいきます。で、扱い方は簡単で、ここがシーケンサーセクションです。もちろんアルペジエーターもあるんだけども、シーケンサーで使いましょうね。で、録音ボタンを押す。その状態で例えば弾きます。どんどんね、録音されてるの分かるね。ステップでこれも入りました。これで再生するとこんなになる。もう当然速さ分かりますね。でこれ全部鳴ってるけども、当然ね、こう消せばならないところも出てくる。でこれでゲートもう短くしたりとか。もう面白いですね。
でもちろんこのシーケンサーのデータごと音色をメモリーすることもできるというね、まあよくやりましたね。これが、マトリックスブルートの正体でございます。もうほんとねよくやった。当然のごとくこれミディコードをねこっちのアウトから例えば、マトリックスブルートのインに入れてやりましょうか。そうするとこれで今こうなってるでしょ。今こっちが鳴ってます。両方鳴ってる。こういうことできてしまうんだよね。これは楽しいでしょ。というようにマトリックスブルートでもうガンガンに遊んでください。もうね奥が深すぎるこいつは。もうモジュレーションマトリックスでもできないことはないですね。このね変調ということに関してはね。でシーケンサーも完璧ですね。プリセット256音色完全フルアナログでこの見た目の迫力もうね最高に楽しいですね。